断頭台の朝、母の手が離れた時、まだ声すら出せなかった。白いシャツの袖を震わせ、少年はじっと扉を見つめていた。パリの監獄。父が処刑されるその朝、幼い彼は声を出してはいけないと知っていた。それが生き延びる術だった。やがて彼は母の再婚によってナポレオンの継子となる。世界の支配者の義理の息子として少年は戦場をかけ、玉座の陰で沈黙し続けた。だがその沈黙はただの従順ではなかった。すべてを失ったその夜、彼が守ろうとした名前とは、そして彼が残した誰にも語られなかった誠実とは。歴史の片隅に灯る小さな祈りを見届け、チャンネル登録と高評価をお願いします。それが次の物語への光になります。第1章、声なき少年。1794年7月、パリ、空がまだ青くなりきらない黎明、コンコルド広場には一台の荷車が無音のまま運び込まれていた。それは死へ向かう者のための最後の乗り物。アレクサンドル・ド・ボワルネが座っていた。その日、彼の妻ジョゼフィーヌは同じ牢に囚われながら処刑の列から外されていた。貴族の妻だったという理由で革命の炎に包まれようとしていた。夫は処刑され、名家の誇りも家屋も全て剥ぎ取られた。残されたのは2人の子。10代の長女オルタンス、そして13歳のウジェーヌ。その朝、彼は母と同じ屋根の下にはいなかった。断頭台の影が伸びる空間から離された位置に立たされていた。彼の袖は真新しい白のシャツに覆われていた。その白さは何よりも孤独であり、沈黙であった。声を上げてはならないと誰にも教わらずに理解していた。泣けば反革命の烙印を押される。叫べば妹までもが巻き込まれる。だから彼は一言も発さず、ただ風の音に耳を澄ませていた。石畳の上で母の履く靴の音が遠ざかっていく。視界の隅に揺れるのは母が好んで身につけていた甲の染みたスカーフ。ウジェーヌはそれを胸元に抱いた。布越しに感じたのはぬくもりではなく香りだった。やがて遠くで人々の歓声が上がった。何に対してのものか少年にはわからなかった。ただ一つの扉が閉じたことだけは全身で感じ取っていた。その時言葉は彼の中から消えていた。以後長く彼は語ることを選ばなくなる。誰にも頼れず貧しさにさらされながら、それでもボワルネの名を捨てることはなかった。その名を守ることが両親の記憶をつなぎ止める唯一の手段だったからである。ある日の夜、明かりもほとんど残らぬ部屋の片隅で師弟は手製のろうそくに火を灯した。風に煽られながらも炎は揺れ消えずにいた。言葉はなくとも二人の間には確かな祈りがあった。それは許しを請うものではない。ただここにまだ生きているという静かな証だった。数年後、奇跡のように母が再婚によって名を取り戻す。その相手こそが後の皇帝ナポレオン・ボナパルトである。だが少年は理解していた。華やかさの裏には新たな沈黙の構造が広がっていることを。白いシャツはもう少年には似合わなかった。だがあの日の布と香りは彼の内側に今も息づいていた。第2章、皇帝の影に。1800年、パリ。チュールリー宮殿の石階段は午後の光を反射しながら静かな緊張をはらんでいた。その段差を一つ一つ足元を確かめるように登っていく若者がいた。名を呼ばれることもなく扉の前で立ち止まったその姿に兵士たちは視線を向けることさえしない。彼の名はウジェーヌ・ド・ボワルネ。ナポレオン・ボナパルトがジョゼフィーヌと再婚したことで形式的には継子となっていた。だがその関係性にはぬくもりも庇護も含まれてはいない。それはただの構造だった。
名を与えられ、家に迎えられ、だが常に一歩後ろを歩く。それが、彼に与えられた位置だった。ある日、執務室に呼ばれた彼に、ナポレオンは一通の手紙を手渡した。封には、国軍上層部の印象が押されていた。中には、父アレクサンドル・ボ・ウォルネの過去と処刑に至るまでの記録が収められていた。お前の父は国の敵だった。それをどう受け止めるかは、お前次第だ。それだけを告げると、ナポレオンは視線を戻したまま、それ以上は何も語らなかった。ウジェーヌは、手紙を静かに折りたたみ、黙って退出した。返事も反応も、不要であることを知っていた。そしてそれこそが、彼の忠誠の形となっていく。やがて彼は、ナポレオンの命により軍務につき、各地の戦場へと赴くことになる。エジプト遠征、マレンゴの戦い。彼は従順に見えながらも、決してただの命令機械にはならなかった。戦場では自らの判断で部隊を動かし、必要とあらば、独断で民間人を保護するなど、独自の倫理観に従って動いていた。その柔らかな反骨は、ナポレオンにとって、決して不快ではなかったようだ。この男は、私の血ではない。だが、私の名を汚すことは決してしない。後年、ナポレオンが側近にそう漏らしたと記録されている。チュイルリー宮殿の一室。ウジェーヌは、戦場から戻るたび、その鏡の前で軍服を整えていた。懸賞の輝きは日を追うごとに増したが、彼の目にはそれが映っていなかった。鏡に浮かぶのは、あの時の白いシャツを着た少年。影にいることを選んだ者としての自分自身である。彼は知っていた。名を継ぐとは何溺れないことだと。その沈黙の背中に誰よりも強い意志が宿っていた。第3章、副王の椅子。1805年、ミラノ。ナポレオンがイタリア王に即位した日、王冠の背後に立つ一人の青年に注目が集まることはなかった。彼の名は、ウジェーヌ・ド・ボワルネ。その場にいた多くが、彼を飾りだとみなしていた。だが、彼こそが副王、皇帝不在時に、この地を統治する、ただ一人の存在であった。副王の椅子に初めて腰を下ろした日。その革張りの座面は、思いのほか冷たく、しばらく背筋を伸ばすことすらできなかった。壁にかかる巨大な地図の前で、彼は何度も足を止めていた。そこに描かれた線は、征服者の誇りではなく、避けがたい矛盾の集積に見えていた。ナポレオンからは連日、詳細な指令書が届く。徴税制度の刷新、鉄道の敷設、反乱の抑圧。だが、彼の目の前に広がっていたのは、命令文では読み取れない痛みの風景だった。ロンバルディア地方では疫病が蔓延し、農民たちは土地を離れ、飢えと病に追われていた。パリから届いた命令には、治安維持を最優先せよとだけあった。だが彼は、軍を送らなかった。代わりに、王宮の倉庫を開き、自らの軍資金を投じて、食料と薬品を調達させた。その報告は、後回しにされた。命令に従うことと、命を守ることは、必ずしも一致しない。それは声にされた言葉ではなかった。しかし、現地に送られた医師と修道士たちの背中に、その思いは確かに宿っていた。彼の判断は、ナポレオンの不況を買うことになる。数日後、使者が王宮を訪れ、皇帝直筆の叱責文が届けられた。だが、ウジェーヌは謝罪しなかった。その手紙を破くこともなく、ただ封のまま引き出しにしまい、次の命令書と並べておいた。王宮の石廊下を一人歩きながら、彼は考え続けていた。副王とは、命令を代理する存在か。それとも、人の暮らしを担う器か。その問いに答えはなかった。だが、彼の歩みは止まらなかった。ある夜、執務室の明かりがすべて消された後、彼は密かに書庫へと向かった。開かれたままの帳簿、
村人から届いた手紙の束、そして薬品を収めた木箱。その一つ一つを手に取りながら、彼は誰に見られるでもなく、小さくうなずいた。その瞬間、福王の椅子は単なる象徴ではなく、一つの責任となった。誰も称賛しない判断。誰にも気づかれない優しさ。そのすべてを彼は自らの生き方として引き受けていた。第4章、雪原の木獣。1812年、ロシア。空は鉛のように重く、地面は硝煙と霜に染められていた。降りしきる雪は、もはや白さを失い、兵たちの血と泥にまみれていた。誰かが倒れても、もう誰も振り返らなかった。ただ風だけが、凍てついた衣を揺らし続けていた。ウジェーヌ・ド・ボアルネは、この破局的な遠征において、ナポレオン本軍とは別にイタリア軍を率いていた。その軍は、食料も装備も乏しく、凍傷に蝕まれた者たちのうめきが、隊列の隙間から絶えず漏れ出していた。彼の役目は、退却路の安全確保。だが、その任務が意味するのは、味方がすでに撤退を始めているという、厳然たる事実だった。ある夜、彼は焼村の納屋に身を寄せた。そこには数十名の負傷兵が横たわり、明かりもなく、風穴の開いた壁から冷気が容赦なく流れ込んでいた。誰もが、助からぬと悟っていた。その沈黙は、死を待つ者同士の了解だった。彼の目に留まったのは、一人の少年兵。片腕を失い、顔面に火傷を負い、体温を保てぬまま硬直していた。唇は動かず、瞳にはもはや焦点すら宿っていなかった。だがそのまぶたの震えに、まだ生きたいという意志が宿っていると、彼は感じ取っていた。ゆっくりと自らの軍衣を脱ぎ、マントを少年の体へ、そっとかける。火は起こせず、言葉も届かない。それでも、布の重さが生命をつなぐなら、彼にとって、それは命令以上の行動だった。翌朝、少年は冷たくなっていた。だが、その顔にはかすかな安堵が滲んでいたという。誰かがそばにいた。それだけで、人は死を受け入れられるのかもしれない。この遠征は、大敗で終わる。帝国が誇った数十万の軍勢は、わずか数万の影を残すのみとなり、その記録の多くが墓標にすらたどり着かない。だが、ウジェーヌの軍団は崩壊せず、隊列を乱すことなく帰還した。秩序の中で、死者を見送った者として、後に軍事史にその名が記録されることになる。彼は勝者ではなかった。凱旋など望まず、称賛も求めず、ただ一通の報告書を提出した。その最後に記された一文だけが、彼のすべてを語っていた。兵たちは、命じられたこと以上を果たした。私は、それを見守るしかなかった。その筆致には、敗北の弁解も、英雄の気取りもなかった。ただ、見守った者としての責任が、沈黙の中に横たわっていた。この地に、彼の名を刻む石碑は存在しない。だが雪が降るたび、遠く風に舞うあの布の揺れが、今もその祈りを伝えている。第5章、母を挟んで。1810年、パリ。ジュールリー宮殿の中庭に、かすかな風が吹いていた。白い手紙が一通、開かれることなく、石畳の上に置かれている。それは、ナポレオンからジョゼフィヌへの離縁通告だった。皇帝の意志が一枚の封書に託されたとき、すべての関係が一つずつ、音もなく崩れていく。ウジェーヌ・ド・ボアルネにとって、その知らせは、母の再婚によって得た安定の終焉を意味していた。彼が歩いてきた道、帝国の影、戦場の塹壕、民の嘆き、すべては、この家族が形を成していたからこそ、保たれていた均衡である。だが今、その結び目が解かれようとしていた。ジョゼフィーヌは黙っていた。ナポレオンもまた、無言でその決定を告げただけだった。そして、最も複雑な立場に置かれたウジェーヌも、同様に沈黙を選んだ。
この家族にとって言葉はあまりに不自由なものだった。ある晩、ジョゼフィーヌの書斎に呼ばれたウジェーヌは、母の気丈に一枚の紙片を見つける。そこには、まだ書かれていない手紙の下書きがあった。あなたの決断を責めることはできません。その一行だけが震える筆致で残されていた。彼はそれを読まず、机に手を添えて、そっと紙を伏せた。母の気持ちを知る必要はない。それは、母が母としてあろうとした証であり、それ以上の説明は求めるべきではなかった。後日、ナポレオンからウジェーヌへ直接の呼び出しが入る。再婚についての了承を求めるものではなかった。ただ、次の戦地への配置命令が淡々と告げられた。彼は、母への別れの言葉すら交わさず、宮殿を離れる準備を進めた。荷造りを終えた夜、彼はジョゼフィーヌの寝室の扉の前に小箱を一つ残す。中には、彼女がかつて送ってくれた香の染みたハンカチが収められていた。それは、別れの言葉ではなかった。ただ、つながりの形だけをそっと手渡したのだった。この時、彼はナポレオンの側にも母の側にも立たなかった。どちらにもよらず、どちらも否定せず、ただ両者を見守る位置にとどまっていた。人は真に裂かれる時、叫ばない。ただ、沈黙の中で誰かの痛みを引き受ける空白になろうとする。それが、ウジェーヌの選んだ家族の守り方だった。第6章、去る者の義務。1814年、春、帝国は崩れ始めていた。かつて腐敗を誇ったグランダルメが解体され、諸侯は次々とナポレオンから離反し、皇帝自身も退位を余儀なくされる。パリには陰鬱な雨が降り続き、かつて華やかだった宮廷の廊下には人の気配がまばらになっていた。その静けさの中に、ウジェーヌ・ド・ボワルネは一人立ち尽くしていた。国王としての称号も、軍の統率権も、形式上はまだ彼のものだった。だが、帝国の根幹が崩れた今、それらは、重さを失っていた。彼に逃げ場はあった。母の旧友たちは国外逃亡を進め、姉のコンカ筋からは、バイエルンへの庇護を申し出る声も届いていた。けれど、彼はどこへも向かわなかった。それは誇りからではない。むしろ見届ける責任が、彼をこの地に留めた。ナポレオンの退位前夜、ウジェーヌは、かつての執務室を訪れる。机の上には、山積みの地図と未開封の命令書。彼はそれらに手を触れず、机の縁にそっと指を置いた。目を閉じれば、そこにあった声にならない選択の数々が、今も響いてくるようだった。窓の外では、群衆の歓声が響き始めていた。歓喜ではない。それは、何かが終わったことに対する空虚な拍手だった。その響きに耳を傾けながら、彼は部屋を後にした。副王の制服を脱ぎ、軍帽を箱に収める。手に取ったのは、一通の指針。かつてナポレオンが、彼に宛てて記した簡素な文面だった。すべてが終わる日が来たら、お前は自由だ。その言葉に、重々しい感情は込められていなかった。むしろ、それは父であり続けなかったものの、せめてもの遺言だったのかもしれない。だがウジェーヌは、その自由を使わなかった。帝国の残骸に足を踏み入れ、混乱の中で行政の整理を行い、敗軍の兵士たちの帰還を見送っていった。彼の名が、新聞に載ることはなく、誰も拍手を送らなかった。ただその日々の中に、一つの問いが沈殿していた。残ることは、裏切りなのか、それとも、継承なのか。その問いに答えるためでも、贖罪のためでもなく、彼は場を閉じる役目を、最後まで果たしていく。夜が明ける頃、パリの一角で、荷馬車が通る音が響いた。見送るものもなく、ただ扉が一つ、ゆっくりと閉じられる。そこには、帝国が終わる音ではなく、
去らない者が残す、静かな意志だけが残されていた。第7章、継がれた名は。1824年2月、ミュンヘン。空は鈍色に閉ざされ、街路には冷たい風が吹いていた。その朝、ウジェーヌ・ド・ボアルネは突如として息を引き取る。死因は脳卒中。前年すでに2度の発作を起こしていたが、家族も医師たちも彼の体行をあえて語らなかった。静かに、誰にも告げず、彼は終わりへと滑り込んでいった。皇帝ナポレオンの警視として生きた日々。副王として、名よりも責任を背負い続けた年月。それらは記録に刻まれるより先に、一つずつ、彼のうちに沈んでいった。彼の死を大々的に報じる新聞は少なかった。葬列も簡素で、花のコーすら控えめだったという。だが、葬儀の終わりに立ち尽くす若者の姿があった。息子、マクシミリアンである。葬儀の前夜、彼は父の部屋に通され、古びた木箱を手渡された。中には、ナポレオンから送られた軍帽と、母ジョゼフィーヌの甲が残る布、そして、一通の封された手紙。それは開かれたことがなかった。ウジェーヌが読まずに残した唯一の言葉だった。マクシミリアンはその封を開けなかった。封の重さが父の生き方そのものに思えたからである。語らぬことで伝えようとした誠意がそこに凝縮されていた。ウジェーヌは最後まで自らの名を誇らず、誰の影にも隠れず、ただどう生きるかだけを問い続けた。名声を残さずとも、行動は誰かの記憶を動かす。彼が背を向けて立ったその姿勢は、やがて静かに別の誰かの背骨となっていく。雪が降る日、誰かが扉を閉じる音がする。風にかすかに舞う布の香りに、かつての沈黙が呼び戻される。その時、語られなかった名が確かに胸に残されている。今回の動画は以上となります。ウジェーヌ・ド・ボアルネは最後まで語ることより見守ることを選び続けた人物でした。皇帝の名も名誉ある称号も、それは彼にとって重さではなく手段に過ぎなかったのかもしれません。息子に託されたのは開かれぬ手紙と名も語られぬ行動の数々。彼の生き方は静かに問いかけてきます。あなたなら誰の側に立ちますかと。最後までご覧いただきありがとうございました。ご意見や感想があればぜひコメント欄でお聞かせください。そしてまた次の物語でお会いできるようチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。